皆さんこんにちは。卓球ギアの深淵なる世界へようこそ。ケンジです。こんにちは。アシスタントのみさきです。ケンジさん、今日のテーマはまた一段とマニアックでも卓球人なら絶対に知っておかなきゃいけない激アツなテーマなんですよね。そうなんだよ、みさきちゃん。今回はなんと台湾における卓球ラケットコントロールの運用実態と異質ラバー管理基準に関する調査分析レポートについて徹底的に語り尽くしていこうと思う。題してメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実だ。ラケットコントロール、いわゆる九拍検索ってやつですね。普段私たちが試合会場で何気なく受けているラケットの検査ですけど、実はその裏で信じられないような技術戦とルールをめぐる激しいバトルが繰り広げられているんですよね。まさにその通り。特に台湾の卓球シーンっていうのは世界的に見てもかなりユニークかつ先進的なラケットコントロールを行っているんだ。中華民国卓球協会、通称 CTTA が主導して国際卓球連盟 ITTF の技術マニュアルやガイドラインに完全準拠しながらものすごく厳格な運用を行っている。台湾といえばベテラン選手からジュニアまで卓球がすごく盛んなイメージがありますけど、なぜそこまでラケット検査に力を入れているんですか？そこが今回の肝なんだよね。近年の卓球ギアはテクノロジーの進化が本当に目覚ましいだろ。ラバーの弾力性とか回転性能の限界を追求するためにみんな道具にいろいろな工夫を凝らすわけさ。でもその反面、ルールで明確に禁止されている不法な加工、いわゆる二次加工や科学的物理的な改変によって不当な優位性を得ようとする不正行為も巧妙化してしまったんだ。不法加工、つまりルール違反の改造ラケットで勝とうとする人が出てきちゃったわけですね。それに対して検査側も技術と検証の精度を上げざるを得なかったと。そういうこと。台湾では主観的な見た目や手触りだけで判定する時代は終わって、最新のデジタル測定器や化学分析機器、さらには台湾独自の摩擦係数測定器まで投入されているんだから驚きだよ。そんな専門的な測定器まで台湾では導入されているんですか？そうなんだよ。今回のレポートでは台湾国内の主要大会におけるラケットコントロールの総合的な運用枠組みはもちろん、 CTTA がなぜ表ソフトラバーやつぶたくラバーといった異質ラバーに対してここまで厳重な警戒を強めるようになったのか、その歴史的社会的背景からバッチリ解き明かしていくよ。それは楽しみです。表ソフトやつぶたかって審判の現場でも判定をめぐってめちゃくちゃ揉めやすいって聞きますもんね。そうなんだ。現場の審判員がどんな高度な議論と対応を迫られているのか、そして近年の国際大会で起きた大きなトラブルとそれを踏まえた運用の最新動向まで余すことなくたっぷりと解説していくからね。視聴者様もぜひ最後までじっくりとお付き合いください。それでは台湾卓球界の真相へ一緒に飛び込んでいきましょう。さて、本格的な格論に入る前に、まずは今回のレポートが明かしている極めて重要な主要な発見をサクッとエグゼクティブサマリーとして全体像をおさらいしておこうか。お願いします。全体でどんな発見や事実がまとめられているのかハイライトを知りたいです。 OK。 大きく分けるとポイントは5つあるんだ。まず1つ目は台湾卓球界における異質打法の爆発的普及とそれに伴う不法加工ラバーの蔓延という歴史的背景だ。全国6発会東京金賞祭に代表されるようなアマチュアシニア大会の盛り上がりの中で、より強力な回転反転を求めるプレイヤーが増えてね、薬品や熱によるツルツル加工、いわゆる妨害と呼ばれる違法な二次加工が横行してしまったんだ。アマチュア界での人気の裏でそんな不正加工が流行しちゃったんですね。2つ目の発見は CTTA による厳格な制度的枠組みの構築と ITTF 規格への完全準拠だ。台湾では全中運全国中等学校運動会や全国選手権などの公式戦からアマチュア大会に至るまで、用具認可、ラーク、ラバーの全圧 4mm 以下、平坦度、VOC3ppm 以下、表面高多々 24% 未満、ブレードの木材含有率 85% 以上といった数値基準をデジタル測定器で厳密にチェックしている。4mm とか 3ppm とか数値がすごく具体的ですね。そして3つ目が異質ラバーに特化した幾何学的物理的検査の精緻化だ。
粒高ラバーの座屈運動の力学に基づき、1平方センチメートルあたりの粒の配列密度10個以上30個以下を平行四辺形の専用ゲージで計測したり、台湾独自に開発された超高摩擦係数検定器を現場に導入して、摩擦抵抗を数値で即座に判定する仕組みを作り上げたんだよ。感触や模試じゃなくて専用の測定器で滑り抵抗を数値化して判定するなんてすごすぎます。4つ目は、4年間の累計管理システムを伴う厳格なペナルティ構造だ。CTTA 規定第 3.2.4 条に基づき、試合直前や試合後のランダム検査で違反が発覚した場合、記録がデータベース化されて、4年間で4回違反すると12ヶ月間の公式戦出場停止処分という超強力なペナルティが課される。12ヶ月の禁賽、出場停止、選手生命に関わる厳しい処分ですね。そして最後の5つ目が、国際的トラブルと気候的要因を踏まえた今後の課題だ。2025年のドーハ世界選手権で中国の王チキン選手が経験したような検査過程でのラテット損壊トラブルを受けて、風管式保管バッグ新風包装の導入やトレーサビリティの確保が進められていること、さらに台湾特有の高温多湿環境によるラバーの色形着と膨張リスクという、プレイヤーも審判も頭を悩ませる環境問題までが包括的に分析されているんだ。うわー、どれも深掘りしたくなる話題ばかりです。具体的な詳細はこれからじっくり各論を聞いていきますね。よし、それじゃあここからは各論に入っていこう。まずはなぜ台湾卓球協会 CTTA が異質ラバーの厳重警戒にここまで舵を切ったのかという歴史的社会的背景についてだ。そもそも台湾ってそんなに粒高や表ソフトを使うプレイヤーが多いんですか？そうなんだよ。台湾の卓球文化を語る上で絶対に外せないのが、アマチュアやベテラン、シニア層における異質打法の圧倒的な人気なんだ。2025全国ロハスパイ特級金賞祭掲載規定などの公式資料を見てもわかる通り、台湾では障害スポーツとしての卓球大会がものすごい規模で開催されているんだよね。ロハスパイ、名前からして健康的に卓球を楽しむ素晴らしい大会ですね。参加者の熱気もすごそうです。本当に熱気がすごいんだ。でもね、ベテラン選手やシニア選手にとって若い頃のような激しいフットワークや筋力を維持するのは大変だろ。そこで相手の打球のパワーや回転をそのまま利用したり、強烈な変化を生み出せる粒高、超高、粒高や表ソフト、成功、成功や成功といった異質用具が絶大な支持を集めたんだ。少ない練習量や筋力でも高い競技力を発揮して相手を惑わすことができるからね。なるほど。頭や道具の特性を生かしてスマートに戦う戦術として異質用具が広がったんですね。そうさ。しかし市場環境が熟成して異質ラバーの需要が爆発的に高まったことで、一部のプレイヤーたちの思考がエスカレートしてしまったんだよ。市販のラバーの性能だけじゃ満足できない、もっと強烈な異質変化が出せないか、相手のドライブを完全に無回転や強烈なバックスピンにして返したいってね。あらら、用具へのこだわりがちょっと怪しい方向へ向かい始めちゃったわけですか？まさにそこが問題の原点なんだ。市場で市販品を買うだけにとどまらず、自分で用具に手を加えたり、裏で怪しい加工を施す専門業者から購入したりする動きが広がっていってしまったんだよ。市販品に満足できなくなったプレイヤーたちが手を染めたというその違法加工って、具体的にどんなことをしていたんですか？台湾のアマチュア界や一部の競技会で横行したのが、通称魔界と呼ばれる不法な二次加工ラバーなんだ。これは大きく分けて2つの悪質な手法がある。魔界、文字通り悪魔の改造ですね。具体的にはどんな手法なんですか？1つ目は薬品や熱処理による完全無摩擦化、いわゆるツルツル加工だ。粒高ラバーを石油系の溶剤や特殊なオイル、強い薬品に長時間浸したり、ドライヤーや電子レンジ、さらには紫外線を照射して加熱劣化させるんだ。そうするとゴム表面の摩擦力が極限までゼロに近づいて、まるでガラスのようにツルツルになる。電子レンジや紫外線でラバーを劣化させるんですか？ツルツルになるとどうなるんですか？相手がどんなに強烈な上回転ドライブを打ってきても、ラバー表面でボールが全く摩擦を受けずにスリップする。つまり相手のドライブの回転が 100% そのまま維持されて、強烈な下回転カットボールになって返っていくんだ。しかも打ち手側は何も力を使わず、ただラケットを出すだけでね。うわぁ、打った本人の回転がそのまま跳ね返ってくるなんて、対戦相手からしたら悪夢ですね。もう一つの手法が物理的変性大顆粒化と呼ばれるものだ。特殊なスプレーや油脂類をラバーに吸着させてゴムを服潤させ、粒の直径や形状を規定を超えて歪んに変質させる。
これによって本来の幾何学構造を破壊し、予測不能なバウンドや異常な弾道を生み出していたんだ。正規のルールで認められた用具を使っている選手からしたら、そんな魔界ラケットと戦わせられるなんて不公平以外の何者でもないですよね。まさにその不公平さが原因で、台湾各地の試合会場は大変な惨状になってしまったんだよ。香港のポータルサイト、香港ピンポンワンなどの記録を見ても、当時の現場がいかに荒れていたかが伝わってくる。どんな惨状ですか？かつてはね、ラバーの摩擦低下や違法加工の有無を判定するための客観的な数値判定機器が現場に存在しなかったんだ。だから審判員は自分の目で見たり、指で触った感触だけで判定を下すしかなかった。人間の感覚で判定していたんですね。それだと絶対に揉めますよね。その通り。このラバーツルツルじゃないか、不法加工だろと抗議する対戦相手に対して、加工した選手や指導者は、何言ってるんだ、これは長年使い込んで表面が経年劣化摩耗しただけだ、意図的な薬品加工なんかじゃないって猛反発する。経年劣化か意図的な薬品加工かの言い争い、水かけ論になって解決しなさそうです。まさに泥沼の抗議、定規が多発したんだ。試合は中断し、大会の進行は大幅に遅延する。審判員も威厳を失い、大会そのものの信用が失墜する事態にまで発展してしまった。現場の審判部にとっては本当に頭の痛い地獄のような状況だったんだよ。そしてこの問題を放置できなかった最大の理由がもう一つある。それがジュニア育成世代への悪影響だ。ジュニア世代ですか？全中運や全小運といった将来の台湾代表を目指す子どもたちの大会ですね。そう、基礎技術をしっかり身につけるべき育成年代の子どもたちが物理法則を無視した不法加工ラバーと対戦させられるとどうなると思う？正規の回転や軌道の原理から大きく逸脱した異様な球が飛んでくるから、正当なフォアハンドやバックハンドの技術開発が根底から阻害されてしまうんだよ。それは絶対にダメですね。正しい卓球の技術が育たなくなっちゃいます。そこで台湾卓球協会 CTTA は強い危機感を抱き、卓球規則 2.4.7 条、いわゆるカバリングの非加工原則、物理的科学的処理の禁止を徹底的に遵守する方針へと舵を切ったんだ。競技の公平性を守り、青少年を不正な用具から保護するためにね。ついに CTTA が本気で立ち上がったわけですね。そう、主観的な目視判定を廃止して、公式な超高摩擦係数検索機、粒高摩擦係数測定器の現場配備や、高精度な配列密度ゲージなどの幾何学的検査を導入することを決断したんだ。ここから台湾のラケットコントロールは劇的な進化を遂げることになるのさ。ここからは現在台湾で行われているラケットコントロールの具体的な仕組みや測定基準について教えてください。 OK。 台湾では全中運や全国選手権、ランキング資格戦といったトップレベルの公式戦はもちろん、さっき話した全国落歩米のようなアマチュアシニア大会に至るまで CTTA の統制下で標準化された用具検定が実施されているんだ。大会規模にかかわらず同じ基準でしっかりチェックされているんですね。検査はどのように進むんですか？検査プロセスは試合直前に検定ブースで行われる精密機械測定と、試合のコートで主審、臨場裁判が行う目視手触り点検の多段階構造になっている。まず基本中の基本としてチェックされるのが用具認可、ラークだ。ラーク、リストオブオーソライズドラケットカバリングス、リストオブオーソライズドラケットカバリングス、ITTF が発行している公認ラバーですね。その通り、使用するラバーが最新のラークデータベースに掲載されている公認品であり、さらにラバー下部にある ITTF ロゴとメーカーの刻印が明瞭に読める状態になっていなければならない。刻印が見えないとダメなんですか？ダメなんだよ。ラバーをカットするときにロゴ部分を切ってしまったり、長年の魔王で文字が消えて可読性を失っていると、その時点で不適合、失格になってしまうんだ。用具が公認リストにあっても、次は物理的なサイズや厚みのチェックがあるんですよね。そう、最も有名でかつ違反が出やすいのがラバーの全厚・厚み規定だ。卓球のルールではトップシート、スポンジ、海面、そして接着剤の層を含めた合計の厚みが 4.0 ミリ以下と厳格に決められている。 4.0 ミリを超えちゃいけないんですね。測定するときはどうやって測るんですか？現場ではデジタル端子がついた高精度な厚み測定器を使用するんだ。ただしここで審判員には非常に精緻なテクニックが求められる。ラバー下部による ITTF ロゴやメーカー型番の刻印部分ってゴムの加圧成形構造上、他の打球領域よりの厚みが不均一になりやすいんだよね。文字が浮き出ていたりしますもんね。
そうそう。だから審判員は単身を必ず刻印エリアから外した複数の打球可能領域に配置して測定する規則になっている。さらにラケットを90度回転させて交差測定、クロスチェックを行い、正確な厚みを算出するんだ。へえ、刻印を避けて90度回して交差測定までするんですね。でも、なんで 4.0 ミリを超えちゃう選手がいるんですか？その原因の多くが補助剤、ブースターの乗りすぎや接着剤の重層塗りなんだよ。スポンジを膨らませて弾みを出すために補助剤を何度も塗ったり、接着剤の層を極厚にして弾みを増そうとすると、簡単に 4.0 ミリの限界を突破してしまうんだ。接着層だけで 0.2 ミリから 0.3 ミリも稼ごうとする行為は即アウトだからね。厚みだけじゃなくて平坦度という検査項目もあると聞きました。その通り。精密デジタル単身平坦度測定器を使ってラバーの表面が平らであるかどうかを多角的に測定するんだ。規定値としては、凸面盛り上がっている部分は 0.2 ミリ以下、凹面へこんでいる部分は 0.5 ミリ以下の空域狂いしか認められていない。凸面が 0.2 ミリ、平面が 0.5 ミリ以内。めちゃくちゃ微小な凹凸しか許されないんですね。なぜ平坦度が問題になるかというと、不法なブースター、膨張剤をスポンジに塗ると、スポンジとトップシートの膨張率の差によってラバー表面が波を打つように変形しちゃうんだよね。補助剤を塗るとラバーが反り返ったり波打ったりするって言いますもんね。まさにそれ。表面が波打っていると、打球した時に意図しない変な跳ね方をしたり、接面がブレードから剥がれかけて空域ができたりする。これをデジタル単身平坦度測定器で多角的に測定して、不当なチューニングを抑止する技術的防波堤にしているんだよ。続いて気になるのが VOC という検査です。これは何の略ですか？ VOC とは揮発性有機化合物、ボラタイルオーガニックコンパウンズのことだ。昔の卓球界で猛威を振るったスピードグリュー、有機溶剤系接着剤や有害な化学薬品の使用を取り締まるための検査だね。スピードグリュー。塗るとカンカン響いてめちゃくちゃ弾むようになるっていう昔禁止された魔法の接着剤ですね。そう。現在のルールでは測定開始から20秒間における最高検知濃度が 3ppm 以下でなければならないと定められている。測定にはミニレイライト R といった光イオン化検出器、PID 方式という本格的な環境分析機器が使われているんだよ。分析機器まで引っ張り出して 3ppm 以下を測定しているんですか？検定ブースの空気中に漂うガスをその PID センサーで一瞬で吸い込んで測定するなんてすごい徹底ぶりです。ただし、この VOC 測定にも技術的な限界があってね、最新の液状膨張剤、ブースターの中には有機溶剤を含まず VOC ガスを発しないタイプのものもあるんだ。でも、そういう無造剤ブースターを使ってもラバーが異常に膨らんで、さっき説明した厚み 4.0 ミリ超えや平坦度、O0.5 ミリ超えに引っかかるから、結局は総合的な網の目で不当な加工を網羅できるようになっているのさ。他にも光沢とかブレードの構造までチェックされるんですね。そうなんだ。表面光沢、反射率の規定があって、DSTM D523 標準に準拠した60度光沢系での測定値が 24% 未満でなければならない。暗色かつ無光沢、マット調であることが義務付けられているんだ。ラバーがピカピカ光っちゃダメなんですね。表面を機械的に研磨したりオイルコーティングをして過度な艶を出すと、体育館の正面を反射して対戦相手の視界を妨害してしまうんだよね。現場では60度光沢系での測定に加えて、45度の角度から暗色毛尺の上にラバーを置いて白い文字が読めないか確認する視認評価まで行われているんだ。光沢系と目視の二重確認だね。相手のめまい増しを防ぐためのルールでもあるんですね。そしてブレード、木材部分の規定は？ブレードに関しては全体の木材含有率が 85% 以上でなければならない。カーボンやグラスファイバーといった特殊素材、テキスタル層を入れる場合でも、その厚みはブレード全頭の 7.5% 以下、または 0.35 ミリ以下のいずれか小さい方でなければならないと決まっている。ノギスで厚みを測って木目や合板の層を目視で精査して、規定外の板や分厚い特殊素材が挟み込まれていないかチェックするんですね。さあ、ここからがいよいよ本レポートの真骨頂。表ソフト及び粒高ラバーにおける技術的検証と検査基準の精緻化というディープな世界に入っていくぞ。待ってました。審判員の方々が最も警戒しているという異質用具の秘密ですね。まず粒高ラバー、ロングピンポルスが物理的にどう定義されているかを知っておこう。ITTF の技術マニュアルテクニカルリーフレット T4 および CTTF 規則において、粒高ラバーは
粒の高さ、高度と頂部直径の比率、アスペクト比が 1.1 を超えるものと定義されているんだ。そして粒の高さ自体は 2mm 以下、1.1mm 超と定められているんだ。アスペクト比が 1.1 超。つまり粒の直径に対して高さの方が高い細長い柱のような形状をしているってことですね。まさにその通り。そしてこの細長い粒が打球時に起こす物理現象こそがザクツ運動なんだ。ザクツ運動？建築や構造力学で聞く言葉ですけど、ラバーの粒でも起きるんですか？そうなんだよ。ボールが粒高の表面に接触した瞬間、アスペクト比の高い細長い粒は耐えきれなくなって一方向にくにゃっと折れ曲がるだろう。これがザクツ現象だ。粒がぐにゃりと折れ曲がることで、ボールとラバーの間の接触面積と摩擦抵抗が一時的に激減する。ああ、粒が倒れることでボールを摩擦で引っかからせないようにするんだ。そう。その結果、相手がかけてきた強力な上回転、ドライブのエネルギーが摩擦で相殺されず、回転の向きを保ったまま相手コートに帰っていく。これが打たれた側からすると強力な下回転に化けるスピン反転、回転反転のメカニズムなんだよ。ザクツ運動のメカニズム、めちゃくちゃわかりやすいです。でも、粒の並び方とか感覚にごまかしをする人はいないんですか？いい質問だね、美咲ちゃん。まさにそこをチェックするのが配列密度の均一性検証だ。ヨーソフトや長ゴム、粒高のように粒が外側を向いているすべての下流ラバーは表面の任意の領域において1平方センチメートルあたりの粒の数が10個以上30個以下という平均密度範囲に収まっていなければならない。1平方センチメートルの中に10個から30個、少なすぎても多すぎてもダメなんですね。かつてはね、1センチ ×1 センチの正方形の穴が開いた型紙を当てる簡易的な測定法を行っていたんだ。でもそれだと穴の境界線の裏に粒が重なった時に、この粒はカウントするべきかって判定が曖昧になってね、局所的に粒の間隔を広げて変化量を増やそうとする不正を見抜けなかったんだよ。境界線のグレーゾーンを利用されちゃったんですね。今はどうやって測っているんですか？現在では平行四辺形の測定窓を持つ専用ゲージが導入されているんだ。平行四辺形。なぜ正方形じゃなくて平行四辺形なんですか？粒の配列って縦横に整列しているわけじゃなく、斜めに交差して並んでいることが多いだろう。平行四辺形の枠、小窓用は10から30個を確認、大窓用は40から120個を確認を使うことで、粒の列にぴったりフィットさせて境界線の曖昧性を完全に排除できるんだ。小窓と大窓を使い分けてラバー表面の複数の領域にこのゲージを当て、どこを抽出しても密度基準を満たしているかを気学的に厳密判定しているんだよ。幾何学的にもごまかせないようになっているんですね。では先ほど話に出た魔界、二次加工調光の科学的物理的メカニズムについてもう少し詳しく教えてください。よし、悪魔の手口を科学的に解剖しよう。ニュースサイトのオンアイなどに掲載されている専門的技術レポートによると、不法加工の科学的実態が詳細に判明している。まずツルツル加工だけど、石油系溶剤や特殊薬品に浸ったり熱や紫外線を与えることで何が起きているかというと、ゴム分子の下流構造が物理的科学的に破壊されて軟化しているんだ。異様化強ネットワークの破壊。ゴムの弾性や摩擦を生み出している分子構造そのものを破壊しちゃっているんですね。その通り。ゴム本来の引っかかりや摩擦係数が極限まで低下してゼロに近づく。すると通常なら粒がザクツした後もわずかに残る摩擦すら消失して完全な無摩擦状態、ガラス状態になる。相手の強烈なドライブに対して滑り抵抗ゼロでボールが滑り、常識ではありえない強烈な半回転や全く回転のない無回転アンチ球が発生するんだ。まさに物理の法則を歪める改造ですね。そしてもう一つの大下流化は、膨張スプレーや特殊オイルを吸着させて粒自体の直径や高さを不当に拡大膨張させる。そうすると打球時の接触面積や弾性が人工的に変化して、ナックル気味に揺れて落ちるような予測不能な異常バウンド軌道を作り出してしまうんだよ。そんな悪質な不法加工を根絶するために、台湾が世界に誇るあの秘密兵器が登場するわけですね。そう、それこそが台湾独自に導入され、全国落保米超巨金病細金細食い照り第6条などにも明記されている超賀摩擦係数検査器、粒高摩擦係数測定器だ。卓球規則 2.47 および 3.42.2 条に基づき、大会主催者が公式に配備している測定器だよ。現場でどんな風に運用されているのか、そのプロセスが知りたいです。運用は受付、事前段階と試合中現場段階の2ステップで行われる。
まず試合前には選手が自発的に持ち込む自眼検定任意検査が用意されている。ここで適合すれば安心して試合に臨めるし、もし不適合不合格になっても罰則は受けず、美容パイサブラケットに交換するよう指導されるだけなんだ。事前に確認できるのは安心ですね。じゃあ試合中に相手のラケットが怪しいと思った時は？対戦相手や選手自身から主審に異議の申し立て検定要求が出された場合、即座に審判長と検定班がこの超摩擦係数検査器を持ってコートに駆けつける。そして現場で滑り抵抗値摩擦力を測定するんだ。現場で即座に測定。測定値が規定の摩擦力を満たしていれば適合として試合続行。しかし滑り抵抗値が限界未満、つまり違法に現場加工されたツルツル品だと数値で証明された場合、その場でラケットが没収され、即座に使用禁止の裁定が下されるんだよ。数値でバシッと証拠が出ちゃったら言い逃れできませんもんね。ちなみに粒高ラバーって凹凸測定平坦度もやるんですか？お、鋭いね美咲ちゃん。実は粒高ラバーは粒が独立して立っている構造上、上からフラットな平坦度測定器を押し当てると数値が不正確になってしまうんだ。だから粒高に関しては平坦度測定そのものを免除するという合理的で柔軟な運用が取られているんだよ。違反ラバーを数値で追い詰める仕組みが完璧ですね。ここからはその違反が見つかった場合のペナルティ構造について教えてください。台湾のラケットコントロールはただその場の試合の勝ち負けを決めるだけじゃなく、長期的な選手管理システムと連動した厳格な懲罰規定を備えているんだ。長期的な管理システム？そう、さっき話した自眼検定を活用することは選手やコーチ陣にとって極めて重要なリスク管理、コンプライアンス管理になっている。というのも、試合会場の気温や湿度によってラバーの状態は変化するし、測定器の個体差もある。事前に検定ブースで自分の用具が適合するか確認することで、不適合によるペナルティリスクを完全に回避できるんだ。もし事前検査で引っかかったらサブラケットの出番ですね。その通り。だから台湾のトップ選手や異質ラバーを使うベテラン選手は、全く同じ性能、同じ厚み、同じ状態に調整した美容パク、サブラケットを必ず複数本用意して会場に持ち込んでいるんだ。メインのラケットが湿気や測定器で引っかかっても、すぐに同じ感覚のサブラケットに切り替えられるようにね。用具のコンプライアンス維持は選手にとって重要な戦略なんだよ。でも事前検査を通さずに試合直前や試合後のランダム検査で違反が見つかっちゃったらどうなるんですか？ここからが CTTA 規定第 3.2.4 条の恐ろしいところだ。公式検査、試合直前検定または試合後のランダムポストマッチコントロールで不適合が発覚した場合、単にその試合が没収試合になるだけじゃない、公式な違法記録としてデータベースにしっかりカウント蓄積されるんだ。データベースに刻まれちゃうんだ。そして台湾卓球界が導入しているのが4年間の累計管理システムだ。違反1回目から3回目までは当該試合の没収や個別ペナルティで済む。しかし4年間のうちに累計4回の違反を達成してしまうとどうなるかわかるかい？4回溜まっちゃったらどうなっちゃうんですか？当該試合の演奏やプレイ自体はその場で終了できるものの、直後に CTTA 執行委員会の決定により12ヶ月間の完全な公式戦出場停止処分、禁賽12ヶ月という極めて重いペナルティが下されるんだ。12ヶ月間一切の公式戦に出られない。1年間試合に出られないなんて選手にとっては致命的すぎますね。そうなんだよ。だからこそブースター補助剤を使ったり接着剤を重ね塗りする選手、あるいは特殊な異質ラバーを使う選手にとって、用具の事前チェックと複数あるサブラケットのコンプライアンス維持はまさに競技生命をかけた絶対条件になっているのさ。ここからは最新のトラブル事例と今後の課題ですね。最近国際大会でもラケット検査をめぐって大ニュースがありましたよね。そうだね。台湾の TVBS 新聞や中時新聞網でも大きく報道されたから覚えている視聴者様も多いと思うけど、2025年にカタールドーハで開催された世界卓球選手権で大事件が起きたんだ。男子シングルス世界ランキング上位の中国代表王智金選手の双肩用具がラケットコントロールの検査過程でラバーが壊裂したりスポンジが脱落するという深刻な破損を被ってしまったんだよ。検査に出したはずのラケットが戻ってきたら壊れているなんて信じられません。王智金選手側は検査過程における人為的な破壊や管理不備だと激怒して、大会組織委員会に対して公式審訴と CCTV 監視カメラ映像の開示を求めたんだ。王智金選手といえば2024年のパリ五輪でも試合後に報道陣にラケットを踏み寄られるトラブルがあったばかりだったから、この事故は双肩用具の管理体制に対する不信感を決定的なものにしてしまった。選手の大切な道具を守る体制が問われたわけですね。
これを受けて ITTF はどう動いたんですか？ ITTF は検定手順の全面的な見直しを提唱して新たな国際標準プロトコルを打ち出したんだ。一つ目が風管式保管バッグ新風包装の導入だ。選手から扱ったラケットは検査が終了するまで気密性の高い専用封筒ケースに封入して第三者の物理的接触や不当な圧力を完全に遮断する。封筒に入れて封印しちゃうわけですね。二つ目がトレーサビリティの確保と接触人数の最小化だ。ラケットを扱ってから返却するまでに接触する人物を検査担当者、主審、選手本人、対戦相手の最大4名程度に厳格に制限して責任の所在を明確化したんだ。台湾国内の中チュンや国内選手権でも検定員の宿練度向上やデジタル端子による押し跡防止など用具を傷つけないハンドリング教育が緊急課題として推進されているよ。そしてもう一つ、台湾ならではの気候による問題もあるとお聞きしました。そうなんだよ。台湾特有の高温多湿な気候環境、年間平均湿度らなんと約 80% にも達する環境がラケットコントロールに大きな影を落としているんだ。湿度 80%、ジメジメしていていかにも用具に影響が出そうですね。特に影響を受けるのが中国製の粘着性裏ソフトラバー高速紙の強氷シリーズなどや高弾性スポンジなんだ。これらのラバーは高い湿度の中に置かれると空気中の水分をどんどん吸着搬入してしまう性質がある。するとどうなると思う？水分を吸ってスポンジやトップシートが膨らんじゃうんですか？大正解。水分吸着によってラバー全体が 0.05 ミリから 0.1 ミリ程度膨らんでしまう物理現象が発生するんだよ。たった 0.1 ミリでもさっきの4ミリ規定に引っかかっちゃいますよね。その通り。メーカーの製造段階でギリギリの4ミリで作られたラバーを使っていると会場の湿気を吸っただけで 4.01 ミリや 4.03 ミリになって即不合格失格になってしまう。だから台湾の現地指導者や選手たちは会場に持ち込む前にラバーの厚みを 3.90 ミリから 3.92 ミリという超精密な安全域マージンに削ったり調整して 0.1 ミリ単位の微調整を行うことが強く推奨されているんだよ。0.1 ミリ単位で気候と戦いながら用具を管理しているなんて、卓球の裏側って本当に緻密で過酷な世界なんですね。それでは最後に今回の台湾における卓球ラケットコントロールの運用実態と異質ラバー管理基準に関する調査分析レポートのまとめと総合考察をして締めくくろう。お願いします。台湾おける卓球のラケットコントロールは ITTF の定めたグローバルな国際基準に正確に準拠するながら独自の超高摩擦係数検査機関につぶらか摩擦係数測定器に代表されるような現場の実効性が極めて高い不正対策システムを作り上げた。異質ラバーや不法加工まがいに対して厳重な警戒を強めた背景にはアマチュア界での不正の蔓延、現場での泥沼のトラブル、そして何よりジュニア選手の健全な育成を守るという切実な目的があったんですよね。まさにその通り。現在では平行四辺形ゲージによる配列密度のチェックや数値的な滑り抵抗テストを組み合わせることで違法加工品を排除して競技の健全な発展を見事に成し遂げている。そして今後は大津金選手の事件で浮き彫りになった繊細な用具の保護と厳格な不正取締りをいかに両立させるかがより質の高い競技環境を作る鍵になるんだ。ルールを守って正々堂々と戦うからこそ卓球というスポーツはこんなにも魅力的で面白いんですよね。ケンジさん、今日も深くて楽しい解説をありがとうございました。こちらこそ用具の真実を知ることでこれからの卓球観戦やプレーがもっと楽しくなるはずだ。視聴者様、最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。